皆さんこんにちは、ポポーです。今日もバストアップの質問に答えていきたいと思います。たくさんの人にバストアップやったよっていうコメントをいただいて本当にありがたい気持ちです。YouTube のコメントやインスタのメッセージでこんな質問があったのでお答えさせていただきたいと思います。胸トレだけで胸は大きくなるんですか？最近はね、この質問が本当に多いです。ずっとやってるのに1ミリも変わりません。自分のやり方がダメなんだろうけど、どこがダメなのかわからない。ポポさんの動画を始めて半年以上経ちます。できない日は1日2日程度で、それ以外はポポさんの動画のどれかしらをやっています。でも全くバストアップしません。形が少し丸くなったかなって思いたい感じですが、大きさなど変わりません。食事とブラジャーのせいですかね。愛さん、リオさん、いつもありがとうございます。結果がね、出るっていうことが筋トレに関しては最大のモチベーションなので、ずっとやってて成果が出ないっていうのはもう本当に辛いと思います。今日はこういった方のために少しでもアドバイスできればと思い動画を作りました。結構皆さんトレーニングは一生懸命やってるよっていうことをコメントでも教えてくださるんですが、今から説明することを全部やってるよっていう人はあまりいないと思います。ただこれを知らないで筋トレをしていると、胸が大きくなるばかりか逆に小さくなってしまうので、ぜひ聞いていただきたいです。みんなが知らないバストアップの秘訣をできるだけ分かりやすく説明していこうと思います。まず大切なもの一つ目は糖質です。糖質っていうのはお米やうどん、パンなんかですね。最近流行りだった糖質オフダイエットなんかで真っ先に減らされるものたちです。筋トレして筋肉をつけたいんだからタンパク質だけ取ればいいんじゃないのって思う方もいると思いますが、実は筋肉を大きくするのに糖質はなくてはならないものなんです。まず大前提として、糖質は体のエネルギー源です。これが不足すると体はエネルギー不足になり、体が動かなくなるばかりか脳や内臓も動かなくなってしまいます。そこでそれはまずいということで、体はタンパク質を分解してエネルギーを作ります。皆さんもご存知の通り、タンパク質は筋肉の材料なので、これではタンパク質が不足してしまい筋肉は育ちません。なのでいくら筋トレしても糖質制限をしていると筋肉はなかなか育ちません。糖質制限をしているとバストアップは難しいです。バストアップしたい人はご飯、パン、麺類を積極的に摂るようにしましょう。でもあくまでも筋肥大のためのカロリーを摂取するということなので、太ってバストアップするっていうこととは異なるので、そこは間違えないようにしましょう。2つ目はタンパク質が必要。先ほど言った糖質をいくら摂取しても筋肉の材料になるタンパク質をしっかりと摂取しなければバストは育ちません。実はタンパク質は体の中に溜めておくことができません。なので毎日毎食継続して食べる必要があります。ポポトレをしてくれている人であれば1食最低 20g は取ってほしいところです。なので1日 60g 以上は必要です。朝ごはんで言えば朝食菓子パンしか食べないっていう人はもう絶対ダメで、糖質しか摂取できていないので体を作る材料が足りなくて、さらに筋肉が分解されていってしまいます。菓子パンにプラスしてヨーグルト、チーズ、豆乳なんかをプラスしましょう。これでだいたい 20g になりますね。お昼は結構麺類とかボンって取ることが多いと思うんですけども、麺でしたらお蕎麦はタンパク質が 16g ぐらい含まれるので結構高タンパクな食事ですね。それにプラスしてコンビニのゆで卵と、このねヨーグルトめちゃくちゃ美味しいんですけども、こういうのをプラスしてあげるとちょっと20オーバーかなくらいになると思います。卵はかなり栄養価が高い食事なので、食べられる人は率先して取りましょう。夜はね、チーズインハンバーグとご飯なんていう食事の人は、チーズインハンバーグはタンパク質 25g と高タンパクです。もうちょっとプラスして取りたいなと思ったら、こういうタンパク質が取れるクノールスープをプラスしてもいいです。めちゃくちゃ飲みやすくて美味しいのでおすすめです。あと夜寝てる時、この時間はどうしてもタンパク質の供給が滞るので、筋肉が分解される方に傾いていってしまいます。そうならないためにも夜ね、しっかり食事からタンパク質を取ったのにプラスして寝る前にプロテインを飲んでタンパク質補給してあげるとさらに良いです。体をねどうしても大きくしたいなんていう人は夜中2時とかに起きてですね、プロテインを飲んだりしますが、そこまでは頑張らなくて良いと思います。私もやっていません。毎食の中でしっかりタンパク質を摂るっていうことを目標に頑張っていきましょう。3つ目に大切なのが食物繊維です。
人間にとって全ての栄養の入り口が腸です。腸の状態が良くなかったら、どんなにいいものを摂取しても栄養は体に取り込まれません。効率よく栄養を吸収するためには、腸内にある善玉菌の餌になる食物繊維をしっかりと取ってあげる必要があります。さらにバストアップのためにタンパク質をいっぱい摂取すると、どうしてもね、腸内環境が悪くなってしまいがちなので、食物繊維はね、そこでも腸内環境をよく保つお助けをしてくれます。食物繊維といえばキャベツとかそういったものが思い浮かぶと思いますが、実はね、玄米や雑穀米とかそういう穀物の方が野菜よりも多くの食物繊維を含んでいます。あとはさつまいもとか、意外にもアボカドなんかにも多く含まれています。特におすすめなのがスーパー大麦と呼ばれる食材です。スーパー大麦の何がすごいかというと、食物繊維の含有率です。白米 100g あたり食物繊維 0.5g なのに対して、スーパー大麦は 100g あたり食物繊維 22.6g、 まさに奇跡の穀物炭水化物なんです。腸内環境が改善されることで便通もすこぶる良くなります。こういう風にただチンするだけで食べれるお手軽なものもあって、味ね、めちゃくちゃ美味しかったので、このもち麦がね、またもちもちして本当に美味しかったですので、ぜひね、おすすめです。こちらはね、 Amazon で買いました。めっちゃ美味しいです。そして4つ目が発酵食品です。発酵食品っていうのは納豆、キムチ、味噌、麹、先ほど話した食物繊維は腸内細菌の餌となりますが、発酵食品は腸内細菌自体を増やしてくれます。私は最近バストアップのパーソナルトレーニングをやらせてもらってるんですけども、お客様がね、紹介してもいいよと言ってくださったので、ちょっと紹介させていただきます。30代の女性で、自分をね、変えたいっていうことで挑戦してくださいました。非常に健康意識が高い方でして、自分で麹を作ったり、これからね、味噌作りも挑戦するっていうことをおっしゃってました。その方に私もすごくインスパイアされまして、自分で塩麹を作ったり、キムチを食べたり、すごくね、発酵食品を食事に取り入れることを意識したところ、私は今お尻メインで鍛えてるんですけども、1ヶ月でなんとプラス3センチっていうね、ものすごくサイズアップを感じました。実際にこの女性の方も1ヶ月で1カップアップっていう素晴らしい結果を出されているので、発酵食品は本当におすすめしたいです。5つ目は良質な脂質です。オメガ3系脂肪酸と呼ばれるこの良質な油は女性ホルモンをしっかりと整えてくれます。筋肉を成長させる成長ホルモンも、乳腺を発達させる女性ホルモンエストロゲンも、このオメガ3系脂肪酸が元に作られています。主にエゴマ油やアマニオイルに含まれています。さっき話したクノールスープとか、味噌汁とかにもすごく合うんですけども、そういったものに1日スプーン小さじ1杯程度混ぜて飲んでいただけると、バストアップにはとても効果的だと思います。あとはサバやマグロとかお魚にもね、いっぱい含まれています。はい、5つ目はやっぱり筋トレですね。ご飯、肉、野菜、ヨーグルト、良質な油をしっかりとったからといって筋肉は大きくなるわけではありません。食事は本当に大切で、バストアップの6割は食事で決まると言っても過言ではありません。でもね、それは筋トレの効果を最大限に発揮するためのものであって、筋トレなしにバストアップは基本的に難しいと思います。トレーニングを継続できるっていうことも本当に素晴らしいことなんですけども、体作りに欠かせないのは実は食事です。私たちは平均1日3回食事をとります。1週間で21回、1ヶ月で93回です。脂肪を削ぎ落とすにしても、筋肉をつけるにしても、体に大きな影響を与えてくれるのは食事です。トレーニングを本当に皆さん頑張ってくださっていますが、結果が出る人と出ない人の差はもしかしたら食事にあるかもしれません。なかなか結果が出なくて悩んでいるという人は、今日話したことを参考にしてみてください。それでは、バイバイ。